それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はメンバー様からのリクエスト企画です。あの人からのラブレター、今あなたに伝えたいことをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。で、今回はオラクルカードなどたくさんカードを使いますので、もうすでにあの人からのメッセージということで伝えたいことをこちらに出しておいております。ではよろしくお願いします。そしてタロットカードを使って今から展開していきます。今のあなたとお相手の関係性について、そしてお相手はこれからどうしていきたいと思っているのかっていうところも見ていきます。そして最後に、お手紙風に、ラブレターとしてあの人からのメッセージをお伝えしていきます。このコーナーは以前もう1年ぐらい前になると思うんですが、以前にもやったことがありまして、もう一度やってほしいというリクエストがあったので今回またやります。まずあの人から見たあなたとお相手の関係性だったり、これからどうしていきたいのかなっていう2人の恋愛の流れ、そのあたりを見ていきます。見ていきましょう。このように出てきましたね。はい、お相手から見るとそのあなたとのご縁っていうのは深く感じるものがあるんだけれども、でも結ばれないんじゃないかとかね、そのようなことを感じています。すごく大切だし、これからも育んでいきたいしっていうところで持っていらっしゃるものっていうのはある、感じてるものっていうのはあるんですが、逆にそれが障害になっているというか、思い合っていても結ばれないんじゃないかっていうのをお互い、お相手がね感じてるんじゃないかと。で、中にはお仕事つながり、職場が一緒とかね、そういう方もいると思います。毎日一緒に過ごしてきたんだっていうのが入ってます。たとえお仕事じゃなかったとしても毎日連絡取り合うような仲だったんだとかね、ですがどちらかにパートナーがいるのかなとかね、あなたにはパートナーがいるんじゃないかとか、もうすでにご家族ご結婚されてるんじゃないかとかね、そういうような思いっていうのもあります。または職場っていう関係性から乗り越えられていけないとかね、そういうのも出てきています。だからお相手からしてみたら、これは自分が思ってるだけでは叶わない恋愛なんじゃないかっていうところです。だけれども、その正式なお付き合いとか恋人とかパートナーっていうところには今はいないんだけれども、例えば男女のつながりがあるとかね、だけどいけないってね分かっているんだけど、でもどうしてもね抑えきれない恋心っていうところでこのカードが出てるんじゃないかなとも思います。もっと知りたいんですよね。もっと深くあなたの中に入っていきたい。だけどあなたにはもうすでにいるんじゃないか、他にもパートナーっていう存在がいるんじゃないかとかね、そういうところも感じていますし、またはそのお仕事っていうところでその間柄からなかなか抜けていけない、恋心を隠したままお仕事をしているよっていう方かもしれません。しばらくはこのような状態が続くんだっていうのがお相手のね見解ではそのように出てきています。ご縁を感じているんだけど、でもカップルになれないって、2人の気持ちが揃い合っていてもそれを表に出していけないんじゃないかって、それによって悩んだり迷ったり葛藤するっていうのが入ってきますね。自分のことを好きでいてくれるんだろうかとか、自分に自信がない、なぜかというとあなたにはもうすでにパートナーという存在がいるからなんじゃないかっていうふうにね、お相手の中で妄想してしまうんだっていうところが入ってきます。そうですね、まだあなたが何を考えているのか、本当のところ本心ってところが見えていないっていうようなお相手もいるかもしれない。だけどあなたをこうやって好きでいる思い、そのような自分っていうのとても幸せな気持ちになっているし、満たされているし、あなたも自分のこと好きなんじゃないかって、そういうふうに思ってるのって勘違いじゃないといいなっていうふうに思ってるんですよね。たとえあなたに、家族とかねパートナーっていう存在がいたとしても、恋愛的に2人は
お相手とね、あなたがね、こっちの方がご縁が強いんじゃないかって、そのように思うことは自分の勘違いじゃなきゃいいなって思ってるし、思うのは自由、思うのはね、好きだっていう風に思うのは、止められない気持ちっていうのは持っていてもいいよねって、好きって誰かを好きだって思う気持ちを大切にしてもいいよねっていうようなお相手のところ、本心っていうのも出てきていますね。いえいえ、私パートナーいません、結婚していませんっていう方だとしても、ここね、家族カードが出てるので、あなたが、パートナー、伴侶のような大切にしている存在がいるとかね、恋愛的な要素じゃないかもしれないけど、ここですね、ご家族のこととか家庭のこととかね、そのようなことがここに入ってきています。これはあなたを表す位置のところにこのカードが出てるので、あなたの方にパートナーがいるんじゃないかっていう風にお相手の目線でね、入ってきていますよ。でも自分が止められない思い、溢れてくる思いとか、このままね、満たされておきたい。だからそうですね、今その関係性持ってるよっていう方だとしたら、その関係性に甘えちゃってるところもあるかもしれない。お相手がね、あなたにパートナーがいても、自分とこうやって関係を結んでくれることが、今はね、自分はそれが十分満足だっていうのが出てきてるかも。でもゆくゆくはね、何かはっきりさせていかなきゃいけないんじゃないか、いやこのままがいいんじゃないかとかね、そのような葛藤をするっていうのも入ってきています。でも今ね、あなたを好きだっていう思いだけは大切にしたいんだっていうところが出てきています。これが今のお相手から見たあなたへのお気持ちだったり、2人の関係性っていうところです。ここのね、障害のところにカップの2番が入ってるから、ご縁を感じていてもそれを実現化していけないんだとかね、自分の空想の中だけで収めておくしかないんだけど、でも抑えられない気持ちっていうところがどうしてもね、出てきてしまうっていうのがあります。はい、ではお相手からのメッセージ、ラブレター風にお伝えしていきます。はい、では見えるように持っていきます。君は優れた知恵を持って物事をよく見て考えていく魅力がある。それなのに君の心が信じられないと自分自身が思っているのかな。君の思っていることを心から信じてみて。君は今までもその力で周りの人や私を救ってきてくれたね。これからも私たちの仲をうまく取り持ってくれるのは君だし、頼りにしている。だから勇気を出して一歩踏み出してみて。自分に魅力がないと感じているのであれば、それは間違いだよ。手を伸ばして光をつかんで。もう一人じゃないんだ。暗い海の底に隠れていないで、君の素晴らしい魅力を私にもっと見せてよ。君は知っている？君にはどんなことでも君らしく作り出すことができるんだっていうことを。あと少し、ほんの少し勇気を出すと、君は大きな愛と豊かさを手にすることができるんだ。もし君が傷ついた過去を手放せないで沈んでいるのであれば、それはもう終わりだよ。これからは私の灯火となってくれないだろうか。君の喜んでいる姿が早く見たいよ。本当は君の中でも暗い海の中を抜けて、そして光を感じたいと思っているんじゃないかな。そう、分かっているよね。過去の苦しみや悲しみでさえも、君の内なる勇気と君の内なる英知とつながっていることを。君の美しい知性は私にたくさんの気づきをもたらしてくれたんだよ。すべてに愛を注ぐ準備はもうできている。君がとても賢くて豊かな存在だということを改めて思い出して、さあ君自身が一歩踏み出していこう。答えは全部君の中にある。自分の心を信じて。このようなお相手からのラブレター、メッセージが伝わってきました。はい、そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらから、どんなメッセージがあるのか、お相手からのラブレターの他に
より良い自分たちの関係を築き上げていくためのメッセージです。こちらはセルフケアを表すカードです。自分のために時間を与えてください。そして自分自身を大切にしていきましょう。自分を犠牲にしていたり我慢しているところがあったのかもしれません。でもこれからは自分のために時間を使っていきましょう。セルフケアをしてくださいっていうメッセージです。自分自身を癒してから、そして光の方へ手を差し伸べて自分で向かっていくんです。一歩を勇気出して踏み出していくんです。そうすると2人の関係性やより良い未来っていうのも手繰り寄せていくことができるでしょう。今回はリクエスト企画です。お相手からのラブレター、今あなたに伝えたいことをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。今お相手があなたに伝えたいこと、ラブレターとしてお伝えいたします。今回たくさんのカードを使用しますので、もうすでにオラクルカードはこちらで引いてあります。そしてタロットカードを使ってお相手から見たあなたとの関係性、そしてあなたへのお気持ちっていうところを見ていきます。よろしくお願いします。では早速もらっていきましょう。今お相手がどんなことを感じていて、そしてあなたとの関係性をどのように振り返っていて、そしてこれからどうしていきたいと思っているのか、こちらを合わせて見ていきます。お相手があなたに対するお気持ちとして展開していきます。はい、それでは見ていきます。お相手は間違いなくあなたのことを本命だっていうふうに思っています。これから先、愛がどんどんと強くなっていく。お相手の方からの、一目惚れに近かったのかもしれません。あなたに強く惹かれていったんだっていうのが出てきています。ですが現在ね、少し葛藤だったり悩みとかね、そのようなところに入っていますね。悩みゾーンです。なぜ悩んでるのかって言ったら、ここは様々あるかもしれない。これから先、自分の愛が負担になるんじゃないかっていうふうに自分自身が考えている。または、そうですね、自分と同じぐらいの愛情をあなたからも欲しいなっていうふうに思ってしまうとかね、求めてもいいんだろうかとか、そのようなことを考えています。甘えてもいいのかなとかね、自分の愛情が重すぎるのかもしれないっていう不安がある。だから決められない。これから障害のところにワールドのカードが入っているので、まだ完成していないんですよね。2人の間柄関係性っていうのはまだ到達していない。ゴールインはしていなくて、それに向かってやっていきたいんだけど、困難だったり課題が多いのかもしれない。2人のこの恋愛するんだったらね、いろいろ考えることや乗り越えていくことが多いのかなって自分自身感じていたりとか、いろんなこと考えてるんですよ。お誘いしたらイエスって言ってくれるんだろうかとか、あなたの方はどう思ってるんだろうかとか、自分と同じぐらいの気持ちでいてくれるのかなとか、いろんなことを頭の中で考えすぎてしまっていて、まだ動けていないとか、一つになるためにまだ行動には移せていない現在っていうのが入ってきています。だけどこれからこのお相手ね、動いてくると思うし、たとえ困難なことがこれから訪れたとしても、自分は絶対負けないし諦めないんだよっていう強い信念、思いっていうのがここから伝わってきます。自分はどんなことがあってもあなたを支えていきたいと思ってるし、守りたいし、2
2人の関係性はなくしたくないっていうふうに思ってる、あなたを手放したくない、それぐらい自分にとっては輝いている存在なんだっていうふうに入ってくるんですね。そしてあなた自身もお相手のことを受け入れる体制っていうのが整っていると思いますし、なんだったら自分から動いていくよって、必要であれば自分からも動いていくし、だからお互い統合というか、お互いが一つになることに向けてこれからやっていきたいっていうあなたのお気持ちも出てきているんですよね。はい、そして一つね、ポイントとしてアドバイスをあげるとするんだったら、素直にね、愛情を受け取ってもいいんじゃないかなっていうのがあります。あなたの中でもしかしたらどこかで自分の方が強い愛情をね、お相手に与えていかなきゃいけないんじゃないかってどこかで思いすぎていたりとか、素直に甘えることができないとかね、そういう間柄なのかもしれないけど、こうゴロニャンっていう風にできないってところがあるのかもしれない。だからあえてね、お相手に甘えていくっていう作戦を取ると、お相手もなおね、愛情を感じられていいのかもしれません。このように入ってきました。どうでしょう。ここのね、ワンドの点っていうのはたくさん荷物抱えていますよね。これは2通りあって、2人の愛情のバランス、どちらかが重い、大きいっていうことですね。パワーが強いってことです。だからそのバランスを慣らしていくこと、整えてちょうど良いバランスでいることっていうのがまず一つです。もう一つは、これが障害として現れる場合です。手に負えないような無理難題だったり、たくさんの出来事っていうのが訪れるかもしれない。だけどそれでも自分は諦めるつもりはないよっていうふうにお相手の方で出てきているし、あなたをずっと愛していきたいんだっていうのが出てきています。はい、どちらかでお受け取りください。はい、それではこちらのオラクルカードからお相手からのラブレターとして今あなたに伝えたいことをお伝えしていきます。はい、見えるように上の方に持っていきます。はい、君は過去にとらわれて動けないでいるの？失敗することを恐れている？でも君の魅力はまだこれからなんだよ。これからもっと輝いていけるんだ。自信を持ってもっと輝いていいんだよ。過去の自分を許して解放させていこう。他の人と比べる必要はない。君は君なんだし、私が見ているのは君だけなんだから。今私と向き合って見つめ合おう。今この場所で君ともっと楽しめる方法や輝ける関係性になっていこうと僕は思っているよ。だから他のことは気にしないで。約束しよう。私たちがこれからもずっと仲良くしていける。ずっと一緒にいられるように、お互いが安心して愛を交わし合えるように、どうかこの目を見てくれないだろうか。この関係が愛あふれるものになるように、決して希望は捨てないでほしい。目で見えないことを証明することはできないけど、私たちの絆やご縁というものを感じてほしいんだ。周りのネガティブなことに負けずに希望を持ち続けていこう。そしたらきっと奇跡がやってくるんだ。嬉しかったこと、楽しかったことはもちろん、苦しかったことですら全て受け止めて君を守っていきたい。二人きりの時間を大切にしよう。君は君のままでいい。君に出会えたことに、そして出会えた奇跡にありがとうって言いたい。君の笑顔が好きなんだ。というお相手からのラブレター、今伝えたいことをお伝えしました。希望を持ち続けていこう。どんな困難があっても乗り越えていける。だから二人きりの時間を大切に育んでいこうっていうお相手からのメッセージ。また過去にとらわれないでいきましょうっていうのも伝わってきました。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらのカードは、あなたの信じる道を迷わず進んでいきましょう。これからどう進んでいくのか、周りを気にしないで自由にあなたが決めていいのです。周りの人の目を気にするのをやめると、より充実した日々を過ごせるでしょう。というメッセージです。自分に自信を持ってください。迷わず進んでいきましょう。そうするとお相手とより良いご縁、これからもっとより良い関係性になっていくでしょうというアドバイスカードでした。ぜひこちらもお受け取りください。今回はリクエスト企画、
お相手からあなたへのラブレター、今伝えたいことをお届けしました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。あの人が今あなたに伝えたいこと、ラブレターとしてお伝えしていきます。そして今回はたくさんのオラクルカードを使っていきますので、もうすでにこちらからたくさんねオラクルカードを出しています。ここからお相手があなたに伝えたいこととしてお伝えしていきます。はい、ではよろしくお願いします。まずはお相手が今感じるあなたへの思い、そして2人の関係性というところを見ていきます。失礼しました。もう一度切り直していきましょう。今お相手はどんなことを感じていて、そして振り返っていることはどんなことなのか、また今自分自身にとって課題になっていること、自分の気持ち、本心、あなたへの思い、これからどうしたいのかというところを見ていきます。はい、これで見ていきます。そうなのね、苦しいことからずっとね耐えているっていうのが伝わってきます。一部の方ではお相手が既婚者というかご結婚されていてパートナーがいる、ご家族がいるっていう方もいるかもしれない。お相手自身のところにこのペンタクル10が出てきているので、長いことねこのご家族と一緒に暮らしているとか、もうすでに自分にパートナーがいるっていう方もいるかもしれません。そしてあなた自身もひどく辛い、そして厳しい現実、お互いがそれを味わってきたんだっていうことがこのカードの並びから伝わってきます。お相手にパートナーがいるんだけれども、あなたと関係性を育んでいるとか、そのような可能性もあるんですよね。すごくあなたのことを大切に思っているし、だけどこの恋愛っていうのは一筋縄ではいかなかったんだっていうのが入ってきます。お互い辛かったり苦しかったり、誰かに責められているような、または背徳感を感じるような、そのような思いも過去にしてきた。だけど今はだいぶ落ち着いていて、お相手はね落ち着いていて、今はあなたと安定した関係を育んでいきたいとか、これからもっとねより良い世界を築き上げていきたい、2人だけでどっか行ってしまおうかとか、そのようなお気持ちになっているところもあるかもしれない。あなたと一緒にいる時間を大切にしたいんだけど、そのお相手にねそのご家族があるない関係なしに、まずそもそも2人で会う時間少なくないですかっていうのが入ってきます。どうでしょうが、あまり一緒にずっといられないとかね、少しの間しか会えないとか、いろいろ状況がね整っていないっていうのもあるんですよ。距離があるとか離れているとか、遠距離とか、仕事があって忙しくてとか、時間が合わなくてとか、いろんな条件があってお互い苦しかったっていうのが入ってくるんですよね。あなたにもだいぶね我慢させてきたんだっていうことが入ってきます。ちょっとしか会えない時間の中でそれでも育んできたものっていうのが伝わってきますね。これからより良いものにしていきたいっていうのがあるんですが、はい、ではここで1枚カードを足させてください。そうここを、あなたにこれからの未来を委ねるというか、あなたの判断っていうところを求めているのかもしれないし、もう少し深く見させてください。2人の恋の近未来、お相手どうしていきたいと思っているのか、あなたにかかっているところもあるかもしれない。
はい、ハーミットのカード、ソードの2番、そうですね、このままだと、どちらか一方が、お相手かあなたかどちらかが自分の中に閉じこもってしまうというかね、ちょっと考えちゃうんですよね。今のままでいいのかなとかね、今の関係性で本当に合ってるのかなとかね、自分ばっかりが我慢してもこれは報われるのかなとかね、あなた自身が強くそう感じるのかもしれない。お相手が深く自分の中にこもっちゃうというよりは、でもね、お相手もそのような傾向があるんですよね。お互いが悩んだ時に支え合っていけるのかどうか、素直にちゃんと話し合って向き合って自分の中で解決するんじゃなくて、相手と一緒に乗り越えて解決して話し合ってやっていこうっていうふうに思えるかどうかっていうところが大きなポイントとなって入ってくると思います。相当ね、あなたも苦しかったと思います。お相手もそうなんですよね。一人で抱えていたとか、お相手はそうですね、あまり悩み事とか、本当はどう思ってるのかとか悩んでることを言わないかもしれません。悲しんでることとか辛いと思ってることをあなたに打ち明けない。だから見えない。お相手の本心がわからない。大切にされてるっていうのは何となく実感してるんだけれども、じゃあこれから先どうしたいのっていうところがはっきりと具体的に見えてこないとかね、そこがポイント、課題となって入ってくるのかなと思います。お互い我慢していたり言わなかったりとかするからだっていうのがあるんですよね。これからそれを見せていけるのかどうかっていうのはあなた次第っていうのも入ってくるんですね。あなたの方から、そう私って我慢する癖あったっていうふうにもし自覚されているのであれば、それをオープンにしていくことっていうのも大切になってくるし、あなたがオープンでいても、じゃあお相手はっていうところで、お相手がそこに合わせてね、お互い向き合っていけるのかどうかっていうところが、一番の大きなポイントになってくるかもしれません。愛されている実感、そして向き合うこととかね、しっかり時間を作ってお互いの本音をさらけ出していくこと、そして言葉を交わし合ってね、ちゃんとした言葉が欲しいとか、そういうところもあると思うんですよね。なんとなく気持ちは伝わっているんだけど、じゃあ先のことについてもっとね、具体的に話し合いたいとか、言葉が欲しいとかね、そういうところをあなたは求めているのかもしれないし、あなた自身が曖昧にしている可能性もあるんですよ。本当は掴み取っていきたいんだけど、でもそのお相手に事情があって自分たちの関係性を公にしていけない。だから自分がこらえておけば、ここはね、うまくお相手と付き合っていけるんじゃないかってどこかで思っている癖があるのかもしれません。自分の中でいろいろ溜め込みすぎだよっていうのが入ってきます。それをどうさばいていくっていう風に出てきていますね。お相手ね、あなたの主導権っていうところを求めているかもしれません。お相手が決めていくというよりは、あなたが決めていくっていう関係性なのかもしれませんね。あなたがしっかりと動いていけば、それに合わせて動いていくのかもしれません。このような感じで入ってきました。ただね、2人がこうやって今の現状に至るまでの間、いろいろお互い苦しいことを乗り越えてきたんだとか、今現在も苦しかったりとか、孤独感を感じていたり、ギュッて抱きしめ合いたいとかね、そのようなお気持ちっていうのが伝わってきます。この人自分から動いてくれないのって、頼りないなって多分ね、思わないんじゃないかなと思います。あなたの中でも多分ね、思い当たるところがあるからこそ、このような並びで入ってくるんだと思います。あなた自身が自分を制御していませんかっていうところ、そして何かあった時にあなたもお相手に話していますかって、向き合おうって持ちかけてもお相手が応じてくれない。本当にそうなのか、本当にお相手の言いたいことを全てあなたは聞いていますかっていうところ、お互い理解し合っていますかっていうところで、コミュニケーションをもっと取っていきましょう。もっと取るっていうのは量を増やすだけじゃなくて、質にこだわってみたりとか、違うアプローチの仕方かもしれないので、どういう風にしていけばお互いちゃんと向き合っていけるのか、時間がないのか、何が足りないのか、そのあたりをしっかりと見極めることっていうのがアドバイスとして入ってきていました。では今お相手があなたに伝えたいこととして、こちらのカードを今からお伝えしていきます。それでは見えやすいように上の方へ持ってきます。
お相手からのメッセージです。ネガティブに飲み込まれないようにと自分を守りすぎているあまりに緊張していない？健康状態はどう？心身のバランスはどうなってる？美味しいものを一緒に食べて美味しいって言い合いたいし、一緒にくつろいだり、自然に触れ合ったり、そして一緒に音楽を聴いたり、外に出かけて君と一緒に楽しいこと、嬉しいことを共有したいんだ。そして君が元気になって明るく笑っていてほしい。リラックスしていてほしい。今日一日一日という日を喜びで満たしてあげたい。笑って幸せを感じて、とてもシンプルなことだよね。笑って幸せを感じる。これってとってもシンプルなことだよね。君の魅力は心の美しさだと思っているよ。内側から出る君の美しさを感じているんだ。だから楽しいこと、嬉しいことを感じて美しいものに触れていたい。君に触れたい。君の中で感じているワクワクしている気持ちを教えてよ。君の本当に望むことは何？私は自由に、私たちはこれから自由に自分たちの人生を作り上げていくことができるんだ。君の心身のバランス、そして私たちのお互いのバランスをサポートしていくよ。これからの可能性を信じてみないかい？無限に作り出していくことができるよ。これがお相手からの今あなたに伝えたいメッセージです。そしてではこれからお二人の関係性をどうすればより良いものになっていけるのかなっていうところで、お選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは好奇心を表すカードです。新しいことを学び、そして新しい気持ちを感じたいと思うことが大切です。ワクワクすることを体感してみましょう。きっと新しい角度から物事を見ることができるでしょう。というメッセージです。違う視点で物事を見つめていくために好奇心がポイントとなってきます。自分で新しいことを学びたい。こんなことに興味がある。そのようなことをぜひ体感してみてください。こちらのメッセージもぜひお受け取りください。今回は今お相手があなたに伝えたいこと、ラブレターという形でお伝えしました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人からのラブレター、今あなたに伝えたいことをテーマに見ていきます。こちらリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、では早速見ていきましょう。今回はお相手からのメッセージということで、たくさんカードを使っています。本当にたくさん種類を使いましたので、こちらオラクルカードはすべてあらかじめ出してあります。これがお相手が今伝えたいこととしてもらっています。そして今のお相手の現在のお気持ち、あなたに対してどうしたいのか、そして自分自身はどう思っているのかっていうところをこれからタロットカードで見ていこうと思います。今までのことの振り返りだったり、これからどうしたいのか、そしてあなたはどう感じているのかとか、あなたについてどう思っているのか、これを見ていきましょう。お相手目線でお相手のお気持ちとして出していきます。はい、こちらのカードでもらっていきましょう。この並びから見ていくと、お相手あなたのことをとても魅力的だっていうふうに思っていますし、一番最初軽快に始まっていった恋愛っていうのが入ってきます。
とてもお話が弾んだとか、コミュニケーションが盛んに行われたとか、2人にとって明るいスタート、明るい出会いだったんじゃないかっていうのが入ってきていますし、つい最近までね、いろいろやり取りしていて楽しかったとかね、そういうことも入ってきています。今の現状よりももっとね、仲を深めていきたいっていうお相手のお気持ちっていうのが出てくるので、お相手はこれからもっと仲良くなっていくためにとかね、あなたの魅力に今虜になっているので、あなたを自分のものにしたいっていうお気持ちが強いんですよね。お付き合いしたいとかね、この先の進展っていうのを望んでいるので、ゆくゆくは結婚っていうのも視野に入れている可能性もあります。なんて家庭的な人なんだろうとか、またはあなたの方がもうすでにそのような体制とか気持ちがね、もうすでに結婚っていうところを意識されているのかもしれません。あなたの魅力についてお相手は今メロメロになっているような状態だから、何が何でも自分のものにしたいっていうことなんですけど、あなたがモテる人なのかなっていうのも入ってくるんですよね。ここね、このワンドの5番が入ってるので、負けたくないんですよね。自分がこの争いの中、自分が掴み取ってあなたを手にしたいんだっていうような流れで、このお相手考えているんです。だから他にもライバルがいるとか、あなたを狙っている人がいるようにお相手から見えるとか、あと何か反対する人が出てきたりとか、例えばね、障害があったとしても、それを乗り越えるだけの強いエネルギーは自分の中に持っているし、とてもポジティブに今考えていますね。今の2人の関係性じゃ満足じゃないから、十分ね、満ちされているものではあるんだけれども、悪くはないんだけど、もっと良くしたいし、もっと自分のものにしたいんですよ。あなたをね、自分に惚れてほしいっていうかね、好きになってもらいたい、もっと自分の魅力を教えたい、伝えたいから、だから頑張るよっていうのが入ってきています。あなたはすごくお相手からの愛情とか、あと話しかけてもらったりとかするんじゃないのかなと思います。何かしらのアプローチを受けている可能性が高いです。そう思い返してみてください。もしかしてっていうのがそれですよ。普段だったら連絡まめじゃない人かもしれません。だけどあなただけは特別に返信早いとか、あと自分から話しかけに行くとかね、このお相手なりにも特別にあなたのことを思っている、そして特別扱いしているところがあると思います。ここが障害として入ってくるところなんですが、このタロットカードオリジナルのカードです。タイミングを見るカードとも言えるでしょうか。木を狙っていたりとか、そうまさしくそのタイミングですね。どのタイミングで自分が割り込んでいこうとか、入り込んでいこうとか、いつ勝負を仕掛けていこうとかですね。自分から告白とか何か申し出ていくんだけど、自分が勝つためにはどうすればいいんだろうかっていうことを考えていたりもします。で、この後なんですが、あなたをめぐってなんて言うんでしょうね、取り合いになるというか、そんな未来も見えているので、もう少しカードを足していきましょうか。でもたとえライバルがいたとしても、この方勝つんですよね。勝利のカードが入ってるので、自分の存在感をアピールしてくると思います。今もそうだし、これからもそうしていくっていうのが入ってる。すごく個性的で存在感のある方じゃないですか。そんな並びで入ってきていますよ。すごくあなたを大切にしたいっていうのが入ってくる。たとえあなたに何回かお断りされても、諦めずにめげずにアタックするよっていうのが入ってきます。あなたに断られるじゃなくて、例えばね、チャンスを逃してしまったとしても、もう一度再びチャレンジするんだとかね、決して一回そこらじゃ諦めないよっていうところが入ってきています。すごくポジティブなエネルギーを感じますね。だから粘り強く取り組んでいきたいっていう気持ちもそうだし、パワーで押し切りたいっていうところもあるんですよね。そのように出てきました。あとは問題はね、タイミングですねとか、2人の状況次第とか、そういうこと、条件が揃えば進んでいく、自分から進んでいくっていうところが入ってきていました。はい、何回か失敗したりする可能性はありますね。だけどそれに負けずに進んでいくよっていうのが出てくるので、あとはあなたはそれを見て受け取って、そして2人の関係性をより良いものにしていくために、今度はあなたが育んでほしいってことなので、この人が動いてくるから
あなたはそれをただ受け取るだけでもいいっていうぐらいの勢いでこの人動いてきますよ。でも受け取った後は2人で育んでいこうよとかね、そういうところを求めていると思います。では早速お相手からのラブレターっていうところでもらっていきましょう。こちら見えるように少し上の方でカードを持っていきますね。はい、ではお伝えしていきます。全部自分でどうにかしないとって抱え込みすぎていない？もっと気楽に構えても大丈夫。もっと頼ってくれてもいいんだよ。君と喜びも苦しみも分かち合いたい。君の中の光を信じて。重い荷物を勇気を出して手放してごらん。ずっと苦しかったよね。ずっと耐えてきたんだよね。これからはお互いが支え合って育んでいきたいって思ってるんだ。まだどうなるかわからないことに一歩踏み出すのは勇気がいることだよね。だからこそ私を信頼して振り返ることなく前に踏み出していこう。この扉をくぐり抜けたら私たちの人生は変わっていく予感がするんだ。この先は私たちはいつも安全で守られていて、お互い愛し合える世界が待っている気がする。大好き、愛おしい、愛してる。たくさん伝えたい。私たちの未来がより深まって自分自身も君自身もそして周りをも満たして幸せのオーラを振りまいていきたい。この世界を僕と君で愛で包んでいきたいんだ。そのようなお相手からのラブレターが届いています。そしてお二人のこれからの未来、二人の恋の行方っていうのをより良いものへしていくためにっていうことでお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。はい、勇気を出して新しい扉を開いてみて、そこには愛の世界が待っているし、自分自身の心の光っていうのを大切に信じて進んでみてっていう風にお相手からのメッセージ。そしてお選びいただいたカードからは失敗を恐れないっていうカードです。たとえ失敗しても何度でも立ち上がって成功へ向かって進んでいきましょう。やがてあなたは成功をつかみ取るのですというカードですね。はい、この何度でも立ち上がってっていうのは再チャレンジっていうジャッジメントにもつながってきますし、諦めないで取り組んで成功をつかみ取るっていうのはワンドの6番にもつながってくる言葉です。はい、お互いが粘り強く失敗しても何度でも立ち上がって向かって進んでいこう。自分の信じるこの光とともにっていうメッセージでした。はい、今このお相手ね、木を見ているっていうところはあります。どうやったらよりねあなたと結ばれていくんだろうかとかね、たとえ何か邪魔が入ったとしても自分はへこたれないよっていうのが出てきているので、この方の動きっていうのを見てみてください。今回はリクエスト企画、あの人が今あなたに伝えたいこととしてお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。久しぶりに取り上げました。約1年ぶりぐらいだと思います。こちらはリクエストありがとうございます。お相手からのラブレター、今あなたに伝えたいことをテーマに見ていきました。このテーマになるとオラクルカードとかいろんなカード種類たくさん使いますので、あらかじめカードを出させていただきました。ご了承ください。そしてただいまリクエストを受け付けているのはメンバーシップにご加入されているメンバー様限定となっております。今回のリクエストもメンバー様からのリクエストでした。ありがとうございます。はい、では、共通メッセージもらっていきましょう。あの人からのラブレターと、そして2人の恋の近未来というか、お相手が今どんなお気持ちでいるのかっていうところを見ていったので、そして今回はね、久しぶりに4択占いとなっています。そしてじゃあその共通になってしまうんですが、私今どんなことに意識を向けておけばいいのかなとか、今どんなことしておけばいいのかなっていうところでタロットカードをもらっていきます。今回は皆さん共通メッセージでお受け取りください。は
はい、どのオラクルカードをお選びいただいたでしょうか。選択肢、今回こちらの選択肢、この4枚でもうすべて選択肢としてもうお出ししたことになります。はい、では早速、共通で今私どんなことに意識しておけばいいですかっていうことで、お相手に対してどういうことをしていけばいいですかっていうことですね。ワンドの5番が出ているのと、ペンタクル8が出てきています。例えば喧嘩しちゃったりとか、意見のぶつかり合いがもしあったとしても、それはお相手との喧嘩かもしれないし、お相手を取り囲む方々とのぶつかり合いかもしれないけど、なんかこう揉め事があったとしても、それを誤解だと思っていることは誤解を解くために誠実に取り組んでいくことが大切。仲直りすることもそうだし、誤解じゃなかったとしてもまた関係性を育んでいこう、仲良くなっていこうって思うんだったら、また誠実に取り組んでいく、コツコツとねこれやっていくよっていうカードなので、少しずつ、そしてまめに、自分の気持ちを伝え続けることっていうのがこちらねいいんじゃないかっていうアドバイスで入ってきました。あと何か言いたいこととかあってもバランスの取り方かなとも思います。こう衝動的にわーって言いたくなる時もありますよね。カッとなっちゃってもう何なのっていう風に言いたくなる時もあるし、そういう時にクッてこらえて衝動的にならないようにしようって思って、特にね満月のあたりとかね、月の流れで言うと満月のあたりって人は感情的になりやすいそうなんですよ。だから満月あたりってそわそわしだしたりとか、こう怒りのパワーとかネガティブモードとかが爆発しやすい時期だっていう風に考えといて、振り返ってみて今満月の時期じゃない、こういう時って衝動的になりやすいから、ちょっとね満月の日だけは避けて、そこから1日2日寝かせて、そして返事しようとか、なんか言いたいことあってもちょっと貯めとこうとかね。あとは満月新月のあたりでデトックス浄化を行っていくことで、よりクリアになっていけるように、身軽になっていけるように普段から整えておくっていうこともいいと思います。日々の生活の乱れがないようにっていうことで、生活習慣の見直しっていうのも入ってくるかもしれませんね。なんかいろんなエネルギーがあちこち行きそうな感じなんですよね今。全体メッセージなのでね、あちこち行ってるエネルギーをどうまとめていくのかって言ったら、自分の健康第一だよっていうのも入ってくるんですよね。己に邁進せよみたいな感じで、なんて言うんでしょうね、自分の基盤を作っていくことってやっぱり健康第一であって、健やかで心がね安定している状態だと、すごくいいコンディションがいい状態だと、いろんなことを受け取りやすいし、柔軟に考えられるしっていいこと尽くしじゃないですか、ね。そしてあと月の動きね、注意してみてください。今その2月24日に満月ちょうど迎えるのでね、そうグッドタイミングでちょうどタイミングでやってきますね、満月ね。このあたりね気をつけて、衝動的な動き言動っていうのに注意しながら、自分自身ね注意しながら、なんかカッカしそうになったら、月の動きを見てやば満月近いと思って、とりあえず2月いっぱいまでは抑えとくかみたいな感じでね、で3月になったぐらいから少しずつね落ち着いていくと、言葉とかもうまく伝えやすくなっていくので、ちょっとクッションを置いてね伝えていくようにするといいんじゃないかなと思います。そして普段から連絡し忘れちゃうんだよねっていう方は、特にねお相手からの連絡は返していくことっていうのが求められると思います。無理しなくてもいいのでね、誠実に対応していくことっていうのが一番大切。毎日返信するではなくて、2日に1回とか3日に1回でもいいからちゃんと返事するとか、今自分こんな感じでなかなか返事できないんだけどとか、そういうことを伝えておくとかね、誠実な対応っていうのが求められると思います。これも参考にしてください。はい、では今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。